This is the story of Masaru catching the most challenging fish. Some people spend a fortune to rent a cruiser to go fishing. Even if they devote all their holidays, money, and countless hours, most people never catch one. It is called the Quay. いやー、10時間潜ったのにクエが取れませんでしたね。で、10時間潜るっていうことは、10時間魚を引っ張り続けなきゃいけないんですよ。もちろん10時間常温で放置することになるんで、結構ね、鮮度も落ちるんですよね。で、こちらはですね、キジハタです。最高級魚の一つなんですけども、粋だったんでね、取りませんでした。これがね、うまいんですけどね。で、これ見てみんな、このクラゲ何？越前クラゲの幼体？なんかね、めちゃくちゃいました。なんかね、だいたいツイッターで聞いたらね、回答が来るんですけど、今回回答が来なかった。知ってる方いましたらコメント固定しますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。なんかね、食べるかめっちゃ迷ったけど、これもね、序盤にいたんだよね。さて、ここで帰り道にようやく何か見つけた模様。いるのはイシダイとイシガキダイです。この2種類の魚は警戒心が薄くて好奇心も強いんで、海底で待ってればやってくることがあります。とりあえず海底で待ち伏せしてみましょう。絶対に取りたいので手盛りのポジションを直します。お、イシダイがいますね。イシガキダイもいる。だが射程に微妙に入ってこない。で、1回逃げても2周目やってくることがあるんで、息が持つ限り待ちます。来ました。ヒット。脳震盪を起こしましたが森に刺さってませんね。ここは一旦浮上します。息をしっかりと整えて回収に向かいます。もう完全に脳天締めになってますね。これ鮮度いいですよ。というわけでめちゃめちゃ美味しいサイズのイシダイが取れました。これマジでうまかったです。もう完全に動画外でカメラマンと2人で晩酌しましたね。さて、ここでですね、僕が初めて見る魚を見ました。ちなみに魚つきって魚の動く方向を予測して森を打つんですけども、初めての魚はね、難しいんですよね。どっちに動くか分かんないから。外してしまいました。だが警戒心は緩い模様。もう一発撃てそうですね。今度こそ狙いを定めてヒット。海面だと分かんなかったんですけど、これなかなかでかいよ。そして上げてみたら分かりました。こちらの魚、ヒゲダイですね。ヒゲが生えてるんでね、すごい分かりやすいです。そしてパワーが半端ない。で、いつか取りたいなと思ってた魚なんで、めちゃめちゃ嬉しかったです。果たしてどんな味がするんでしょうか。やばい、フォルムがかっこよすぎる。これね、市場にめったに出回らないんで、めちゃめちゃテンションが上がっております。ではキッチンに戻って料理していきましょう。はい、どうもです。今回はですね、こちらヒゲダイっていう食材ですね。7歳から魚つきを始めて、なんと19年ぶりにようやく取ることができましたということで、なんだかんだ初めてのヒゲダイ実食となります。そんなにね、数多く取れる魚ではないんで、市場とかでもね、なかなか出回らないんですけども、今日潜ったポイントはですね、4匹ぐらい見ましたね。ヒゲダイ釣りとか網とかで取るのは難しいのかもしれないんですけど、警戒
心が全くないんで、めちゃくちゃイージーな魚でしたね。取っても食べきれないから取らないけど、4匹全部取ろうと思えば4匹取れてましたね。こんだけ警戒心がない魚って大体毒がある生物か、もしくは天敵がいない生物、この2種類なんですけども、毒がある生物よりも全然逃げない。一回撃って外してもう一回撃ちに行けるなんてことなかなかないからね。パワーはねめちゃめちゃ強かったですね。はい、では早速観察をしていきましょう。こちらがヒゲダイの全体像ですね。基本的にはそんなに数が多くないと言われてまして、めちゃくちゃ美味しいという風に言われております。記事とかでもかなり高値で取引されてるようですね。なんかね、見た目がね結構ねいかついんですけども、これ背びれがね特にいかつくて、いつもね石鯛とか石垣鯛の背びれは危険ですよって言ってるんですけど、それとは比較にならないぐらい、刺さったら指貫通してしまうんじゃないかっていうぐらい非常に鋭利なね背びれがついております。そしてヒゲダイといえばなんですけども、ここですね、顎の部分にですねヒゲが生えてるんですよ。でこのヒゲを使いまして、海底の砂の中にいるゴカイだったりとか岩の中にいる生物をこのヒゲで感知して食べているようです。にしてはね、こいつね口がねものすごくでかいんですよ。ゴカイとかを食べるにしてはあまりにもでかくないですか？何を食べてるんでしょう。小さい生物ばっかりを食べてるとは思えないんですけども、大体この辺の歯とか触ったらわかるんですけど、これ返しがほとんどないんで、本当に魚とかは食べてなさそうですね。エラもほとんど返しないし。っていうのも、魚って多くの場合なんですけど、丸飲みで捕食するんですよ。マグロとかね、カツオとかって、イワシをそのまま丸飲みで捕食する。丸飲みで食べると、一番元気な状態で胃の中に入ってくるから、やっぱり食われた魚もなんとか口の方向に泳いでいくんで、それが口から出ていかないように、返しみたいな歯がついたりとか、で、この魚はね、返しがほとんどないんで、おそらく魚を食べるっていうことはね、できないですね。確かに本当に砂の中の生物ばっかり食べてるのかもしれません。皆さんね、魚一匹買いした時はね、魚の歯を触ってみてください。魚の歯を触ってみれば、どんな魚を食べているのか妄想することができます。これが楽しいんですよ。ということで今回めちゃくちゃ楽しみでございます。ということで早速さばいていきましょう。でこのヒゲダイ、これお腹がね超分厚くてパンパンなんですよ。でこのパンパン具合はおそらく内臓脂肪だと思われます。卵の硬さではない感じなんですよね。これ内臓脂肪だったらもう全米が泣くぐらいうまいはずやぞ。はい、それでは鱗を落としていきましょう。鱗どんな感じなんだろうな。あ、結構取りやすいですね。めちゃめちゃ鱗が取りやすい。ヒゲダイに近い種類の魚ですら食べたことないんで、味の想像が全くつかないんですよね。テングダイとこいつは結構似てるんですけども、テングダイと同じような味なんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんでしょうね。テングダイなんて誰も聞いたことがないと思うんですけども、テングダイ美味しいです。はい、では反対側ですね。これは早送りでいいでしょう。はい、それでは鱗取り終わりました。これ鱗取るともう全く白い魚になっちゃうんですね。鱗にほとんど色素がある。ほら、なんか絨毯みたいになって、意外とね鱗取っても皮が黒い魚とかいるんですけど、こいつは白いんですね。そしてこのお腹、このパンパンさは内臓脂肪に違いない。これは期待ができすぎるんじゃないでしょうか。肛門から内臓を傷つけないように包丁をスッと入れていきましょう。卵じゃなくてあれ、卵じゃなくてあれ、卵じゃなくて皆さん残念なお知らせです。浮き袋でした。こいつここの肉がなんか極厚なだけだわ。内臓脂肪あるかと思ったな。シンプルにここがごつい。では頭落としていきます。骨が硬い。いやでも内臓脂肪いかついっちゃいかついぞ。骨が硬そうですが、レバー負けんなよ。あとはへし折る。そして内臓をドカンと出していく。なんだこれ。めっちゃ内臓脂肪乗ってる。なんかね、浮き袋の横にね、内臓脂肪が乗ってるパターンもあるんですよね。これ腸じゃないですからね。何これ、肝臓もしかして。意味がわからない。肝臓か。ここにあるってことはでも。肝臓
でこれ浮き袋ここについてるんで剥がしていきましょう。見たことない内臓してる。これが肝臓なのか何なのか。でここ血合い傷を入れまして、きれいにしていきましょう。脂肪肝みたいな感じじゃないですか。やっぱ断面肝臓っぽいよ。うわこれ取れたてやったらフォアグラみたいな味したんじゃないか。うわー今度取れたてで食べよう。それではきれいに血合いを落としていきましょう。多分あれやっぱ肝臓だな。珍しい肝臓してんなこいつ。オッケー。うわ楽しみだな。はい、それでは綺麗になりましたんで、ここから3枚におろしていきます。で反対側。めちゃめちゃさばきやすいなこれ。これはとてつもない縁側に油が乗ってますね。この油がどんな味なのかといったところですが、どうなんでしょうね。ちょっとさすがに熟成がかなり進みすぎてる感じあるな。ではヒゲダイを食べるときに絶対にやりたかったことをやります。いいですか？許可してください。いいです。やります。俺はずっと気になってたんや。こいつのヒゲどんな味がするのかっていうことにずっと気になってたんや。ヒゲセット。ちょっこハゲかけのおじさんやん。ヒゲ投入。ウニみたいになってる。丸まってきてる。熱い熱い。醤油いります？いるわけないでしょ。こういうのは素の味を楽しむのがいいんですから。ちょっとなんか振袖つぬざい無油感がありますね。はい。振袖つぬざい無油振袖つぬざい無油は黄色でもうちょっと可愛いんですけどね。なんか海牛感ありますよね。うわこれプルンプルンやな。視聴者の方もですね、美食家を目指す方はしっかりとねやっとかないといけないルールがあるんですけども、お酒のテイスティングとかも全部この作業を踏まないとダメなんですよ。まず水で口を洗う。でゼロにした状態で何も味付けをしてないこのヒゲというものを食べます。これに味付けしたりするのは邪道です。美食家ではないです。僕が一番の美食家なんで。現代のトリコいただきます。ヒゲだからもさっとしてるのを想像したんですけど、すっごい優しい。もうなんか優しいハケで自分の舌を撫でられてるような、そんな感覚ですね。で食感はね、ほうれん草ですね。ほうれん草の葉っぱ、やわこい部分ね。これ悪くないですよ。味付けとかしっかりしたらしっかり美味しいと思いますね。うわー、福井さんのないの申し訳ないです。すいません。いらないです。では腹骨を落としていきましょう。なんかめっちゃ脂乗ってるっぽいけどね。でこれ切っていきましょう。はい、では皮を引いていきましょう。うわー、皮柔らか。ヒゲも柔らかかったしな。意外と紳士な魚なのかもしれない。ヒゲが柔らかいイコール紳士ってちょっと意味がわからないですけどね。じゃあ反対側もやっていきましょう。はい。でめちゃめちゃいい身質ですね。皮目にすごいいい感じに脂が乗ってます。ちょっと水っぽいんでね、一旦塩を当てます。じゃあ塩を当てていきます。では反対の身で甘酢あんかけ作っていきます。で血合い骨を引いていきます。多分背の身だけで足りるんで、この背の身を使っていきましょう。はい、ということで今日はですね、こちらヒゲダイを使いまして甘酢あんかけを作っていこうかなと思います。それでは調理していきましょう。まずは塩コショウを振っていきます。両面にね振っていきましょう。贅沢ですよこれ、ほんまに。ヒゲダイで甘酢あんかけなんて。でここから片栗粉をまぶしていきます。
で次にサラダ油敷いていきます。これで俺も料理系 YouTuber の仲間入りできるな。やっぱ新しいスタジオになったらもうちゃんと料理しようって思ったもん。でここにですね、先ほど片栗粉をつけたヒゲ台を入れていきます。軽く焦げ目がついたら、こちら用意してた野菜を入れていきます。では魚に火が通ってきたんで、ここに野菜を入れていきます。片栗粉に水を溶いてとろみをつけていきます。そしたらですね、スープの作り方なんですけど、鶏ガラ、砂糖、酒、みりん、お酢、ケチャップ、醤油を使っていきます。まず醤油大さじ2、ケチャップ大さじ2、お酢大さじ2ですね。みりん大さじ1、これも測った方がいいです。で、酒大さじ1、砂糖が大さじ1で、鶏ガラが大さじ1ですね。そしたらこれでスープが出来上がりましたんで、これ混ぜていきます。それでは焼けてきましたんで、入れていきましょう。OK です。完成。はい、それではだいぶ水が出てきてますね。これ水を拭いていきます。かなり出てる。いい感じに仕上がってるな。ただね、本当はこういう熟成っていうか日にちをまたいだ魚っていうのは内臓とかを初日に取り出してたりしないと、内臓の匂いがねこの身に移ってる可能性があるんでちょっと怖いんですけども、やっぱね一口で食べれるかどうかってすごい重要なんですよ。はい、ということでヒゲダイのお作り完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずね、ヒゲダイのお刺身から。ちなみにこれ5日目です。5日目ですけどどうでしょう。ちょっと待って、なんか今まで白身魚で食べてきた魚の中で正直一番美味しいって言っても過言ではないかもしれない。とてつもなくうまい。あんまりね俺魚に甘いとかね表現したくないんですけど、旨味成分が強すぎて甘いですね。5日間氷水の中にぶち込んどいたんで下処理とかがねできてなかったんですけども、ちょっとね内臓の匂いとかするのかな、臭さとかあるのかなって思ってたんですけど、全く臭みない。ちょっとこれ福井さん食ってみてくださいよ。これめちゃめちゃうまいっすよ。ヒゲダイのポテンシャルえぐい。いただきます。甘エビ。確かに確かに。これバチバチにうまいな。マジか。これたまたま今回のヒゲダイのポテンシャルが高かったのかもしれないんですけども、白身魚の中だけで言うんやったらヒゲダイダントツで一番うまいかもしれない。意味わからないぐらいうまいです。で油もね乗ってるんですけど、なんかしつこくなくてむっちゃくちゃうまい生クリームのソースを飲んだ後の感じがずっと続いてる。口の中がずっとねハッピー。油のね味が口の中ずっと残ってるんですけど、なんか濃厚な、なんだろうな、これチーズなのかバターなのか何で例えたらいいのかわかんないんですけども、そういう味がずっと口の中に広がってて、うわマジか、ヒゲダイマジでうまい。うわこれ刺身がベストじゃない？ちょっと待って、こっち甘酸かけはどうなんやろ。焼いたらいただきます。バカクソうめえじゃんこれ。10点中12点ぐらいの味するな。ヒゲダイうますぎだろこれ。これ上品で、かつ油の乗りもちょうど良くて、そして油の味もすごい良い。で、魚自体の旨味もめちゃめちゃ美味しい。火を入れた時に一番美味しい魚かって言われたら、まあ、これ以上の魚いるなって感じなんですけど、刺身だとマジナンバーワン。唐揚げとかしなくてよかった。うまっ。はい、ということで、ごちそうさまでした。ここに来て更新してくるか、
まあでもね、あくまでも白身魚の中ではっていう感じですね。やっぱ味濃い魚で言うと、青身魚とかを入れると、やっぱサンマの刺身の方が好きやなっていう感じあるんですけど、これは殿堂入りだな。ヒゲダイね、結構ね、時々築地とか豊洲の方にもね、流通してるみたいなんで、見つけたら買いな魚なんじゃないかなと思います。いや、美味しかったですね。はい、ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中に爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。